ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは思わず出かけたくなるような素敵な散歩動画を定期的にお届けしています。最新の動画を見逃さないよう今のうちにチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。それでは本編をお楽しみください。代官山駅にやってきました。今日は洗練された大人の街代官山をゆっくり散歩してみたいと思います。ちなみに代官山駅は渋谷方面からも中目黒方面からも急行電車は停車しません。訪れる際はぜひ各駅停車に揺られながらのんびりとお越しください。今日の最終目的地は代官山蔦屋書店です。そこを目指しながら緑豊かな代官山の街を歩いていきます。歩き出す前に少しだけ地名の由来についてお話ししましょう。なぜこの町は代官山と呼ばれるのでしょうか。文字通り昔ここにお代官様が住んでいたのでしょうか。諸説ありますが、最も有力なのは江戸時代この地域に幕府の代官の屋敷や代官が管理する山林があったことに由来するという説です。なるほどと納得してしまいますよね。そんな歴史に思いを馳せながら散歩を始めましょう。こんにちは、富雄アカデミア77です。この動画は英語音声でもお楽しみいただけます。またフランス語、韓国語、タイ語、スペイン語、イタリア語の字幕にも対応しています。ぜひ英語音声でもご覧ください。海外のご友人にもこの代官山の魅力を紹介していただけたら嬉しいです。駅から蔦屋書店へ向かうルートはいくつかあります。今回はまずこちらの歩道橋を渡ってみましょう。実はこの場所にはかつて代官山同潤会アパートが建っていました。完成したのは1927年、昭和2年です。当時としては珍しい鉄筋コンクリート造りのモダンな集合住宅で多くの人の憧れだったそうです。敷地内にはたくさんの木々が植えられ、緑豊かな環境が広がっていました。今も代官山に緑が多いのはその頃からの流れなのかもしれません。その中に今あるシェルイの喫茶店のある場所にフランス料理店シェルイがありました。僕もよくランチを食べに来ていました。ある日とても驚いた出来事がありました。当時の内閣総理大臣だった細川護熙さんが SP を連れて奥様と一緒に入ってきた時は本当にびっくりしました。こんな小さなレストランに日本の総理大臣がこんなお店に来るんだ。そう思って本当に驚いたことを今でも覚えています。一旦駅に戻り、駅の中央改札を出るとすぐ目の前です。こちらはフォレストゲート代官山です。2023年に誕生した複合施設で代官山駅前の新しいランドマークになっています。では中に入ってみましょう。まず目に入るのがラバーズ・ドゥ・シェルイ。生菓子や焼き菓子、チョコレート、ジェラートなどを楽しめる人気店です。朝8時30分から営業しているお店もあり、軽く朝食を済ませてから散歩できます。花もとても綺麗です。こちらはオールグッドフラワーズ。花のある暮らしをおしゃれに提案してくれる人気のフラワーショップです。パッと目を引く鮮やかなお花を発見。実は僕これとよく似たペーパーフラワーを25年ほど前にロンドンで数本購入して、今でも自宅に大切に飾っているんです。今でも埃を払うだけで綺麗なままです。和紙というのは本当に長持ちするんですね。ここで売っていたなんて偶然なんでしょう。今度数本買って足そうかな。店内には個性的な花瓶や植木鉢も並んでいます。個性的なものがたくさん。ここにもジャイアントペーパーフラワーが置いてあります。おしゃれなお花がいっぱいあります。ここはファッション感覚でお花をカジュアルに楽しめる今大注目のフラワーショップです。見ているだけでも楽しくなります。そしてこのフォレストゲート代官山の建物、実は日本を代表する建築家
隈研吾さんが設計を手掛けています。国立競技場や高輪ゲートウェイ駅を設計したことでも知られています。代官山に合うように大きなビルをドンと建てるのではなく、小さな木箱を積み重ねたようなデザイン、木のぬくもりが感じられます。これによって代官山の小さくておしゃれな路地裏の雰囲気に自然に溶け込むように計算されているんです。2024年、建築家隈研吾氏によって設計された緑あふれる環境が特徴の総合施設です。とても代官山らしい建築ですね。続いてソルソホームにやってきました。こちらは植物と暮らしを提案する人気ショップです。たくさんのグリーンが並んでいます。どの植物をどの部屋に置こうか。店内には都会の暮らしをパッと爽やかに彩ってくれるセンス抜群の観葉植物やインテリア、グリーンがずらりと並んでいます。実はこのフォレストゲート全体の美しい植栽のディレクションもこのソルソが手掛けているんだそうです。飲食店もあり、この中は結構楽しいです。ブルーボトルは皆さん今や多くの人に親しまれているコーヒーショップです。ブルーボトルコーヒーのコンセプトは、美味しいコーヒーは人生をより美的にするだそうです。ここも結構大きいです。ジョー・マローン・ロンドンです。僕は以前ロンドンでよく行っていました。ジョー・マローン・ロンドンのショップ、ハロッズデパートも裏側の道、ウォルトンストリートにあったジョー・マローンショップで、店員さんに教えてもらったユリの香りのする香水を購入してしばらくつけていたのですが、花粉症になってからそれをつけると鼻がムズムズしておかしくなり、調べてみたらユリ花粉アレルギーが見つかって、それ以来好きな香りでしたが諦めた記憶があります。今そこのショップは大きく成長してリージェントストリートの方に移動したそうです。ではここから旧山手通りに向かって歩いていきましょう。以前この交差点には歩道橋がありました。今は撤去されてとてもすっきりして景色が良くなりました。やはり街は生き物ですね。どんどん変わっていきます。少し来ない間にどんどん変わっていきます。交差点からすぐのここが朝倉邸です。それでは入ってみましょう。ちょうどツツジがきれいに咲いています。こちらが旧朝倉邸です。朝倉邸はもともと目黒川の水車を利用した精米業で成功した一族でした。その後米国商として大成功し、政治家としても活躍します。その成功の証として建てられたのがこの大邸宅です。大正13年、1923年の関東大震災や昭和の東京大空襲といった大きな災害・戦災を奇跡的に免れました。そのため大正時代の和風住宅がほぼ完全な姿で残されており、非常に高い歴史的価値を持っています。その希少性から2004年に国の重要文化財に指定されました。では庭園を見てみましょう。この石畳の道も素敵ですね。ここは渋谷の街の中とは思えないほど緑が豊かです。この石畳、風情があって素敵です。代官山の傾斜を見事に生かした庭園になっています。お庭の苔もきれいです。それでは中に入ってみましょう。まるで武家屋敷のような雰囲気です。
まずは2階は主に長い廊下からなる大広間。窓からは庭園の緑と中目黒方面のビル群。この高台からは昔富士山も見えていたそうです。今でも近くの高層マンションからは天気のいい日に富士山を眺めることができます。僕も以前麻布台のマンションから富士山を眺めて感動したことがあります。東京から富士山が見えるとなんだか得をした気分になります。ここでは瞑想ができ、心が洗われます。静かな空気が流れていて、とても落ち着きます。では、朝倉邸を出たすぐのところにあるヒルサイドテラスに入ってみます。こちらのレストランもにぎわっていますね。奥に見えるのはフレンチレストランパッションです。私も何度かディナーで訪れたことがあります。夜になると暖炉に火が入り、パチパチと炎を見ながら食べるフレンチは最高でした。今はランチ営業もしているんですね。これは驚きました。このお店のオーナーシェフアンドレ・パッションさんは1970年に来日して以来、日本に本格的な南フランス料理を紹介したパイオニアとして知られています。そしてこのお店の大きな特徴が暖炉です。店内の中央には大きな暖炉があります。なんと17世紀ルイ13世の時代にフランスの修道院で使われていた本物の暖炉なんです。国内のレストランにある暖炉としては最も古いものです。この薪火でじっくりと焼き上げられる肉料理は五感を刺激して料理を最高に美味しくしてくれます。少し目立たない場所にありますが、中に入ると高級感のある素敵な空間が広がっています。そしてこちらの場所にも昔よく来ていました。今は洋食口笛という名前になっています。店内の作りは昔とあまり変わっていません。実はここ以前はトムズサンドイッチがあった場所なんです。25年前、私もよく通っていました。当時のお気に入りは BLT サンド。キャベツとベーコンがたっぷり入っていて、お皿からあふれるほどのボリュームでした。店の奥の窓際が私たちのお気に入りの席でした。今は丁寧な洋食を味わえる素敵なお店へと生まれ変わりました。お店の形は変わっても、美味しいごちそうの前にワクワクする高揚感は今も昔もこの場所に息づいているんですね。その横に実はひっそりと猿楽塚古墳という6世紀頃の古墳があります。ひっそりとしているので見逃してしまいそうですが、実はとても貴重な史跡です。今から約1400年前、6世紀から7世紀の古墳時代に作られた本物の古墳です。高さはおよそ5メートル。この塚があったことで、この周辺は猿楽町と呼ばれるようになりました。大規模開発が進んだ渋谷区の中で、こうして古墳が残っているのは本当に珍しいことです。最先端のトレンドが集まる代官山ですが、その足元には古代の歴史が眠っているんですね。そしてこの先にあるこの建物の中にも以前はアントニオ代官山店がありました。僕もよく利用していました。今は平松サロンになっていますが、とても思い出深い場所です。日本に初めて本格的なイタリア料理を紹介したとされるイタリア海軍の指揮官コックだったアントニオ・カンチェーミ氏のショップが西麻布にあった頃から通っており、今は高木町のアントニオ、息子さんがやっているお店を利用しています。イタリアンといえばアントニオの味が僕にとっては懐かしく一番好きな味です。そして見えてきたのがカフェミケランジェロとリストランテアッソです。まるでイタリアの街角に迷い込んだような美しい空間ですね。実はこの建物、昭和初期に建てられた洋館を活用しています。樹齢300年とも言われる大きな欅の木がずっとこの街の移り変わりを見守ってきました。私の内陣もこのリストランテアソで結婚披露宴を行いました。旧山手通りの豊かな緑、そしてオープンテラス。私はイタリアよりもどこかパリのカフェ文化を思い出します。ここでパスタを食べたり、コーヒーを飲んだり、本を読んだり、そんな時間を過ごしたことを懐かしく思い出します。
25年も、そして今もここで美味しいコーヒーを飲む時間は代官山散歩の最高の贅沢です。新旧の建物が美しくロケ合うこの通りは、何度歩いても新しいときめきをくれますね。そして道路の向こう側に見えてきたのが今回の目的地、代官山蔦屋書店です。緑の中に溶け込む白い建築が本当に美しいですね。実はこの建物、建築デザインとしても世界的な賞を受賞しているんですが、外壁をよーく見てください。そう、実は壁全体が蔦屋の頭文字である T の文字を組み合わせて作られているんです。設計はクライン・ダイサム・アーキテクツが手掛けています。遊び心と最先端のデザインが融合した、まさに代官山のカルチャーを象徴するロケーション。中に入る前からクリエイティブな刺激をたっぷりともらえる場所です。まずは散歩の前に腹ごしらえということで、やってきたのは蔦屋書店の敷地内にある超人気店、アイビープレイスです。このアイビープレイスは、まるで森の中の別荘に遊びに来たような開放感たっぷりの一軒家レストランです。周りからテラス席を少し見てみましょう。大都会とは思えないほど緑豊かで、まるで軽井沢にいるような雰囲気に癒されます。お店の名前が示す通り、アイビープレイスは直訳するとツタの絡む場所という意味になります。その意味の通り、周りをツタが囲んでいますね。今日は並ばずに入れてラッキーです。今日は中よりもテラス席に座りましょう。今回は平日ランチコースとマルゲリータピザのコースを頼みました。ここが好きなのは無料で出してくれるハーブティーです。喉が渇いた時は何杯でも飲めてしまいます。そして以前の動画キャットストリートで紹介したスモークハウスの系列店ですので、ハンバーガーがボリュームたっぷりでとても美味しいんです。キャットストリートで紹介したスモークハウスでもこのハーブティーが無料でついていたのですが、物価高のせいかこのサービスはなくなってしまいました。でもアイビープレイスではまだついていたので嬉しいですね。夏の喉が渇いた時にはここのハーブティーは最高です。ここのハーブティーは確かピーチティーだったかな。緑の中で飲むこのハーブティーは気持ちを落ち着かせて幸せな気分にしてくれます。やはりパンはオリーブオイルがシンプルでいいですね。昔バターに慣れていた僕にとってイタリアでオリーブオイルをつけて食べるのは最初は物足りなさを感じていましたが、イタリアに何回も訪れているうちに美味しいオリーブオイルをつけて食べると、このシンプルさがパンの良さも引き立ててくれることに気づきました。その美味しさにすっかりハマってしまい、それからはオリーブオイルが最高です。このピザも生地が薄くて美味しいです。デザートのパンケーキ、今日は蜂蜜にしました。たっぷりとかけてと、やはり美味しい。大満足です。そういえば以前このお店でイタリアから有名なエスプレッソのバリスタがやってきた際に、特別にエスプレッソを注文すると、そのイタリアのバリスタが入れてくれるということで頼んだことがあります。それが本当に美味しくて、今まで飲んだ中では最高でした。やはり入れる人によってこんなに味が変わるものなのかと思うほど美味しかったのを覚えています。では帰りはこの木々の中を抜けて出ましょお腹も心も満たされたところで、いよいよ本格的な代官山散歩のスタートです。はじめにこれを見て頭に入れておきましょう。これが駐車場を含めた全体像です。代官山蔦屋書店のフロー大道を見てみます。代官山蔦屋書店は3つの建物に分かれています。1階と2階に分かれていて、まず3号館から見ていき、次に2号館を見て、1号館を見た後にそこから2階に上がり、2階を3号館まで見ていくと、1階のスターバックスコーヒーが入っているところに戻ります。今日はそのルートで行きたいと思います。1階の通路には今みんなが興味ありそうな雑誌などが置いてあり、左右に専門書があるようなレイアウトです。では早速3号館1階のスターバックスのところから入っていきます。まずは僕がよく通っていたスターバックスに入ってみましょう。ここだけは今も変わりませんね。
相変わらず多くのお客さんで賑わっています。僕もこのカウンター席によく座っていました。3年ほど通い続けてブログを書いていたんです。当時はゴルフや美容関係の記事を書いていました。頭が疲れると本を探しに行き、またここへ戻ってきて読書をする。そんな時間を過ごしながら3時間から4時間くらい滞在することも珍しくありませんでした。このフロアの雰囲気は昔とほとんど変わりませんね。旅行関係の書籍もたくさん並んでいます。こちらには日本食に関する本が並んでいます。寿司やおにぎり、日本の食文化を紹介する雑誌も豊富です。今日は食器のコーナーも充実しています。お皿やスプーン、ワイン関連の商品なども並んでいます。それでは2号館に移動してみましょう。日本を紹介する本や浮世絵の本もあります。この2号館は僕が特に好きなエリアです。ファッションやデザインに関する本が数多く揃っています。そして洋書が非常に充実しています。昔からこのコーナーを見るのが楽しみでした。まず目に入ったのはファッション関係の書籍です。ディオール、シャネル、ヨウジヤマモト、アンダーカバー、森英恵。世界的なブランドやデザイナーの洋書も数多く並んでいます。ファッション好きにはたまらない空間ですね。ファッション雑誌も豊富です。あ、ヴィンテージデニムの本があります。こういう本を見るとつい手に取ってしまいます。名画をモチーフにした靴下もありますね。お土産にも喜ばれそうです。さらに建築やインテリア、グラフィックデザインの専門書も充実しています。眺めているだけでも楽しいです。代官山の蔦屋書店は本を見るのが楽しい。特に小さな部屋がたくさんあって、この部屋に入ると何があるのかななどと、まるで迷路のようでワクワクする、何か発見できそうな感じがとても好きです。まるで宝探しをしているような気分になります。そして小部屋が多いおかげで本を立ち読みしていても落ち着けるんです。こちらにはバイク関係の本が並んでいます。バイク好きにはたまらないコーナーですね。車の本も充実しています。メルセデス・ベンツ、BMW、ポルシェ、そしてアメリカを代表するマスタング。アメリカ人にとってはこのマスタング、涙が出ます。車好きの方なら時間を忘れてしまいそうです。蔦屋書店にはそれぞれの分野に詳しいコンシェルジュがいるそうです。本選びの相談ができるのも魅力ですね。最近は日本のファッション雑誌が少し減ったような印象もあります。雑貨や T シャツなども販売されています。何か自分の感覚が刺激されます。こちらにはキャップやニット帽も並んでいます。なかなかかっこいいですね。それでは1号館へ行ってみましょう。1号館はワイヤードが多く並んでいます。この雑誌、とにかくデザインが尖っていてかっこいい。
創刊当時から蛍光色を大胆に使ったり、斬新なフォントや美しいグラフィックを多用し、雑誌そのものが最先端のアート作品としてデザイン業界に計り知れない衝撃を与えた雑誌です。雑誌関係でいうとゴルフ雑誌が多くあってよく見ていました。新しいクラブや海外のコース情報を読むのが楽しみでした。奥へ進むと興味深い単行本もたくさんあります。気になる本を探しながら歩くだけでも楽しいですね。1階は1号館まで来ましたので、ここから2階へ上がってみましょう。ここは昔とかなり変わりました。以前は DVD コーナーがありました。時代の流れを感じますね。奥にはオーガニックアロマスキンケアブランドイエスのプロダクトが入っています。そしてアニメコーナーです。日本を代表するアニメ作品が揃っています。おや、黒沢監督の映画作品も展示されています。実は僕はここに並んでいる作品はほとんど見ています。中でも影武者は特に好きな作品です。あれ？ひときわ目を引く個性的なイラストがあります。こちらは世界中で活躍する日本人アーティスト水野純子さんの作品です。どこか昭和の少女漫画の思わせるタッチでありながら強烈な感情を爆発させる女の子たち。ポップさとダークさが同居する不思議な世界観に思わず足を止めて見入ってしまいます。不思議な魅力がありますね。そしてシェアラウンジが見えてきました。静かで落ち着いた空間です。ここなら仕事もはかどりそうですね。それでは2階から2号館に移動してみましょう。この渡り廊下も綺麗ですね。窓の向こうに広がる緑が代官山らしい雰囲気を感じさせてくれます。こちらはラウンジアンジンです。ここは打ち合わせなどでも使いやすく、カフェ、お食事、お酒を楽しみながら周囲に並ぶ本を自由に読めるラグジュアリーなラウンジです。ゆっくりするにはホテルのラウンジのようで大好きな空間です。そして何より魅力なのが本に囲まれた空間で過ごせることです。周囲に並ぶ本を自由に手に取りながらゆったりとした時間を楽しめます。それでは1号館へ向かってみましょう。1号館の2階は現在すべてシェアラウンジになっています。ここから見える景色も素晴らしいですね。緑豊かな代官山の街並みを眺めながら過ごせます。ここは会員制ではなく誰でも利用できる時間制ラウンジです。仕事をしたり本を読んだりちょっと休憩したり、それぞれが思い思いの時間を過ごしています。驚くのはそのサービスの充実ぶりです。コーヒーや紅茶はもちろん、ジュースやスープも用意されています。さらにナッツやドライフルーツ、パンやスナック類なども楽しめます。蔦屋書店で気になった本を持ってきてここで読みながらコーヒーを飲む、本好きにはたまらない空間ですね。 Wi-Fi や電源も完備されていますのでパソコン作業にも最適です。正直なところこんな施設が25年前にあったら僕は毎日のように通っていたと思います。本当に快適な空間です。今度は僕も利用してみようと思います。それでは蔦屋書店を後にして次の目的地へ向かいましょう。やってきたのはザ・混乱ショップ代官山です。混乱ショップといえば私は以前新宿店をよく通っていました。しかしこの代官山店は少し特別です。実は混乱ショップとして初めて日本やアジアのクラフトマンシップをテーマにしたコンセプトショップなんです。洗練されたモダンデザインと職人の手仕事が見事に融合しています。ここへ来るといつもロンドンでの思い出がよみがえります。オールトンストリートのすぐ近くフルハムロードにある美しいミシュランハウスの本店へ行ったことを鮮烈に思い出します。
あのロンドンのクラシックな名建築で感じた圧倒的なデザインの衝撃が、時を経てここ代官山でアジアの新しいクリエイティビティとしてつながっている、そんな不思議な時代の流れを感じて、なんだか胸が熱くなりますね。さて、今回最後の目的地へ向かいましょう。それが長慶居。おしゃれなお店が集まる代官山ですが、その地下にまるで秘密基地のような静かな空間があります。ここは混乱ショップがプロデュースしたティーラウンジです。テーマはアジア。茶室のような落ち着きとモダンなバーのような洗練された空気が共存しています。席数はわずか8席。とても贅沢な空間です。お茶の専門家が目の前で一杯ずつ丁寧にお茶を入れてくれます。普段飲んでいるお茶とは少し違います。さまざまなハーブやスパイスを組み合わせながら、お茶のコース料理を楽しむような感覚です。日本茶を通じて日本と世界の文化をつなぐことがコンセプトだそうです。まずはお茶をいただきます。そして和菓子も選ぶことができます。私は抹茶を選びました。実はこの抹茶、京都宇治の老舗通円の茶葉を使用しています。通円は平安時代から続く日本で最も古いお茶屋の一つです。860年以上の歴史があるそうです。豊臣秀吉や徳川家康もこのお茶を飲んでいたと伝えられています。そんな歴史あるお茶を現代の代官山で味わえる、なんだか不思議な気分になりますね。美味しいですね。お茶の奥深さを改めて感じます。そして今回、とても珍しいお茶もいただきました。その名も砂焙茶。砂で加熱して焙煎するとても珍しいほうじ茶です。奥香りが立ちます。いただいてみます。美味しいですね。香ばしさが口いっぱいに広がります。すぐ隣にはギャラリースペースもあります。まるで小さな美術館のようです。美しい器やアート作品が展示されています。実は先ほどお茶をいただいた時の器もこちらで展示販売されている作品でした。日本やアジアの職人たちが一つ一つ丁寧に作り上げた作品ばかりです。お気に入りの器を見つけて自宅でお茶を楽しむ、そんな豊かな時間も素敵ですね。今日は久しぶりに代官山を歩いてみました。懐かしい場所もあれば新しい発見もありました。街は少しずつ変わっていきます。けれどその街らしさは変わらず残っている。それが代官山の魅力なのかもしれません。25年前によく歩いた道をこうして再び歩いてみる。昔の記憶と今の景色が重なり、とても楽しい時間になりました。皆さんも機会があればぜひ代官山をゆっくり散歩してみてください。きっと新しい発見と素敵な時間が待っていると思います。今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。これからも東京の街や旅先で出会った素敵な風景をお届けしていきます。それでは
また次の散歩でお会いしましょう。ありがとうございました。